こんにちは。素潜りマーメイドスイム研究所社長のマリダイバーです。この人魚の学校シリーズの動画は愛知県名古屋市にあるマーメイドスクール人魚の学校の練習会風景をまとめたものです。人魚の学校シリーズの動画は前半でこの日の練習会のダイジェスト、後半で人魚の皆様の華麗な泳ぎに重ねて私のおしゃべりにお付き合いいただいてます。今回のテーマは年齢が気になって踏み出せないです。マーメイドスイムをやってみたいけど自分の年齢を気にしてなかなか踏み切れない方へのお話です。2022年2月11日月曜日、建国記念の日、愛知県名古屋市中区にあります愛知県体育館ドルフィンズアリーナにて人魚の学校の練習会が開催されました。ドルフィンズアリーナは前回に引き続き2回目の人魚の学校の開催地となります。プールは地下室にあります。女子更衣室はこんな感じです。おっと、これ以上は撮影禁止です。プールをご覧ください。7レーン全面が人魚の学校の貸し切りなので広々としていますね。雪が降るような2月の練習会ですが、プールの室温は32度、水温は30度、もう常夏のような暖かさです。いつも恵比寿のダイビングプールはスキューバダイビングに合わせた27度で1時間もすると寒くて辛いんですよね。でも30度の水温があれば冬でも全然平気です。2時間寒さを感じることなくたっぷりマーメイドスイムができました。水深は 1.35 メートルから 1.5 メートルです。普段のダイビングプールは水深5メートルですが、ここなら耳抜きも必要ありませんし、泳ぎが苦手な方やビギナーさんも安心です。今回はマーメイドスイムの体験会なので、ダイビングプールの練習会よりも参加料金がお安く、マーメイドテールも無料貸し出しという破格のイベントでした。今後も開催されるそうなので、マーメイドスイム初挑戦したい方はぜひ概要欄の人魚の学校にお問い合わせくださいね。愛知県体育館のプールは水質を保つために水泳帽をかぶらなければなりません。水泳帽はどうも人魚っぽくありませんが、工夫次第で可愛くコーディネートができます。今回の私はお団子ヘアのヘアバンドとキャップ、別の動画でも作り方をご紹介しましたね。なんと何人かの人魚の方々が作ってきてくださったんです。嬉しかったですね。動画を見てくださってありがとうございます。この日のマリダイバーは全身黄色でコーディネートした金シャチマーメイドです。なぜ金シャチか、それは言うまでもないですね。終わり名古屋は白で持つ。ドルフィンズアリーナは名古屋城の二の丸内にありますから、金のシャチホコなんですね。この腕のひらひらした飾りやシュシュも手作りです。泳ぐのにちょっと邪魔だったりしますが、このようにたなびく布があるとより水中で美しく映えます。こういった小物も同じ色で統一するとマーメイドテールの着こなしをより楽しめますよ。さて、ここからは人魚の皆様の華麗な泳ぎを拝見しつつ、私のおしゃべりにお付き合いくださいね。今回のテーマは年齢が気になって踏み出せないです。ちょっと前にある知り合いの方がこんなことをおっしゃってたんですね。マーメイドスイムやってみたいけど私の年じゃ恐縮してしまってって、その方は私よりもちょっとだけ年上なんですが、私と同い年って言ってもいい年齢ですよ。だから私と同年代じゃないですか、全然気にしなくていいんですよと言いますと、いやー、マリさんは昔からやってるからこの年で初心者って周りの人にも申し訳ないし、皆さんの足を引っ張ってしまうかなってすまなそうにおっしゃるんですね。ひょっとすると社交辞令でやりたいと言っただけで断る口実としてそう言われたのかなと思いまして、その時はあまり無理強いはしませんでした。でもこの手の年齢がっていう方ものすごく多いんです。特に女性ですね。自分の年をとても気にされている方が多いんだなと思って悲しくなるんですよね。だから今日は日本の人魚界の中でおそらく最高齢だと思われるアラフィフマリダイバーが力を込めて年齢を気にされている方にお話ししたいと思います。
まずね、一般の方のイメージだとマーメイドスイムとか人魚っていうとピッチピチの10代とか20代のお姉さんって感じじゃないですか。そんな中高生、大学生、新社会人の若い女性いっぱいの中に入っていけないみたいな、ぶっちゃけますとね、もちろん10代20代前半の方もいらっしゃいますが、どちらかというとマーメイドスイムのコア層は30代から40代にかけてかなという気がします。これはおそらくですが、学生さんや新社会人だと経済的な理由で難しいのかなという気がします。マーメイドスイムはもちろんお金をかけずにすることもできるんですが、本格的にやろうとすると、例えばライセンスを取るのに数万円かかるし、南国の海で泳ぎたいとなれば飛行機代や宿泊費などの旅費もかかりますよね。日本だけでなく海外で泳ぐ方もいますからね。それとマーメイドテールもちゃんとしたブランドでオーダーすると数万円、シリコンのテールだと数十万円かかります。もちろん今回のようなマーメイドスイムの体験会は参加費も数千円ですし、マーメイドテールも無料貸し出しです。1、2回マーメイド体験をするだけならそんなにお金がかかりません。始めたばかりで高いお金がかかることはないので安心してほしいんですが、何年もマーメイドスイムを続けるとなると結構いろんな出費があるんですね。だから10代20代の女性よりはそこそこ稼げたり家計に余裕が出てくる30代以上の女性が多くなる傾向があります。余談ですが、これは私の知人のロリータの趣味がある30代後半の女性も同じこと言ってましたね。10代20代の頃は憧れのお店の服が買えなかったから今大人買いしてるんだってはい、あの業界も30代以上の方が多いみたいですね。話を元に戻しまして、マーメイドスイムがもっと盛んなアメリカ、オーストラリア、ドイツなどではマーメイドスイムの先駆者と言われる方は今だいたい40代から50代なんですね。彼女たちもまだ現役でガンガン泳いでますし、水族館のショーとかメディアにも露出しているのはそのあたりの大御所が多いですよ。マーメイド YouTuber やインストラクター、グッズをリリースして事業展開している方は若くても30代でそれ以上の方が多いです。 YouTube やネットを見ると分かりますが、海外だとおばあちゃんでもマーメイドスイムやってますし、おじいちゃんのマーマンもいます。おひげのおじいちゃんはアリエルのお父さんみたいでかっこいいですね。日本でも長くダイビングをやってきてマーメイドスイムに転向した人もいます。だから年齢は気にしなくていいですとはいうものの、気にしている方多いですね。というか罪悪感まで持ってしまっている方がいます。こんな年なのにすみません、アラフォーでも大丈夫でしょうか。私の年でビキニを着てごめんなさい。ですね、全然大丈夫です。そして今日限り絶対にごめんなさいとかすみませんとか言うのはやめましょう。というのもね、これは人を責めている言葉だからです。誰をでしょう？自分でしょうか？それもありますが、他人を責めている言葉だからです。こんな年齢なのにすみませんという方は一見すごく謙虚に見えますね。でも心の底で思っているのは逆で、本当は非常に傲慢な考えです。逆を返せば、この年齢の人はマーメイドスイムなどするべきでない、アラフォーアラフィフ以上はビキニを着るべきでない、いい年して新しいことに挑戦するべきでないと思っているからこそ、すみませんという謝罪が口から出てしまうんです。自分に対してもそうですが、世間一般の人に対してもすべきでないと責めているのと同じです。そうすると自分だけでなく周りの人もどんどんがんじがらめにしてしまいます。自由がなくなってきてしまいます。または言い訳の言葉かもしれません。失敗しても笑われてもバカにされても、自分が傷つかないように、恥ずかしい思いをしないように先に自分から謝ってしまうんです。あらかじめ降参しておくんですね。さらに言うなら、年齢を言い訳にすればチャレンジしなくて済みます。もう年だからやめておいた方がいいかもってね。
年齢を気にしている人は、本当は自分が何を心の中で思っているのかじっくり探ってみるといいですよ。もしすべきでないと思っているのなら、自分だけでなく他の人に対しても厳しくしてしまっていないでしょうか。言い訳として年齢を口に出している人は、心が怖がっているだけだったり、行動しないことの口実にしてはいないでしょうか。他人がどう思うかよりも自分の心がどう思うかに注目しましょう。年齢や他人の目など気にせずに、自分がやりたいと思ったらやりましょう。自分がどうしたいのかが大事です。あなたの人生を生きましょう。年齢のことで謝ったりしてはダメです。マーメイドスイムは年齢は関係ありません。それを実証するためにも、私はマーメイドスイムを続けています。海やプールでビキニも着ますし、オリジナルのウェアも作って身につけます。堂々とあっけらかんと泳ぎ続けます。こんなアラフィフの人でもマーメイドスイムやって大丈夫なんだと皆さんに思っていただけるように YouTube で動画を発信できたらいいですね。だから迷っている方は私と一緒にやりましょう。ごめんなさいはなしですよ。はい、ではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。